I'm perfect。言葉の力ってすごい。人生って大変。だから頑張らなくっちゃ。私は今までずっとこのように思っていました。頑張って頑張って。そうしたらある日、本当に大変なことが起こって、体の半分が動かなくなってしまいました。でも、ある日を境に奇跡的に回復し、第二の人生が始まりました。人生が劇的に変わっていきました。夢がどんどん叶うようになり、あらゆる種類の豊かさがやってくるようになったのです。特に頑張ったわけでも無理したわけでもないのに。それ以来、人生って素敵、楽しいと思うようになり、今に至っています。何をしたかって？それは自分のしたいこと、こうだったらいいなと思うことをはっきりくっきり宣言して進んでみたんです。すると人生がガラリと好転してしまったというわけです。たったそれだけ？なんて思われそうですが、本当にそれだけです。とってもシンプルで驚くほど効果的。やろうと思えばいつでもできます。そして私は気づきました。人はもともとちょっとした言葉と意識の使い方でいかようにも変容させることができる底知れないパワーを持っている存在だったということに。私たち人間は本来生まれながらにして豊かでパワフルな存在です。この人の本質につながると私たちの望みはおのずと叶うようになっています。でも今までどうやったらそうした意識の場所までつながれるのかわかりませんでした。何か特別な修行とか悟りとかが必要なのかと思っていたんです。でも実は宣言力を使うことで本質に楽々とアクセスすることができるのです。私はこのことを知ったとき本当に驚きました。あまりに短すぎて簡単すぎて今まで気がつかなかったのです。何度やってもいつやっても誰がやっても同じように効果が出ました。だからどうぞ安心してください。誰かに何かに頼らなくてもあなたの夢を叶える力はすでにあなたの内側にあって成就の時を待っていたんです。あなたがすることはその内側とつながることです。内側とつながれば最も良いことが最も良い形で現れるようになります。もう起こることにいちいち振り回される必要などありません。自らの言葉と意識で人生にイエスと言い、あなた自身が主導権を握って舵を取っていくことが可能なんです。I'm perfect. You are perfect. 宣言力はあなたの創造的人生を応援します。I'm perfect. 今を変えたいならまず宣言してみる。我々はスポーツマンシップにのっとり正々堂々戦うことを誓います。で、これ競技の開会式などでよく聞く選手宣誓。このように自分の望む方向、望む現実に対してはっきりくっきりと言い切る力を宣言力と言います。英語ではアファメーションの力。まず言葉でしっかりと明確に宣言すること。その言葉を自分と周囲にスパンと放っていくのです。ここから全てが始まります。とはいえ、言ったものの三日坊主で終わってしまったらどうしようとか、もし叶わなかったらどうしようという不安がもたげてくるかもしれません。でも私流に言わせていただければ、そんなの全く気にしなくていいんじゃないです。大切なのはそうしたい、あるいはなりたいと強く願っている自身の思いがあるということ。その思いが続く限り、いつかは必ず目的地にたどり着くわけですから、繰り返し宣言して進めばいいんじゃないかしらって思うのです。だって、できないかもという恐れに身を屈して生きるより、やりたいこと、叶えたいことを先にバーンと宣言してしまって、思い描いた大小さまざまな夢を実現化していく方が楽しいですもん。
思いだけがぐるぐる巡ってしまったり、考えすぎて動けないなんていうのはもったいない。まず、こうしたいな、こうだったらいいな、という自分が思い描く理想形を先に言葉で言い切ってしまいましょう。思いをまとめたり行動するのはその後で構いません。最初に言葉ありきです。言葉は車で言えばハンドルのようなもの。ハンドルさばきがしっかりしていたら、どんな凸凹道でもしっかりと先に進むことができますよね。この世に人は言葉というハンドルを使って体という車体に思いというエンジンを搭載して人生航路を歩むようにできているんじゃないかなと思います。あなたの思い描く理想形はどんなですか？どんな家に住んでどんな家具に囲まれていたいですか？どんな人間関係の中で自分を最高の笑顔にさせたいですか？どのくらいの収入があったら気持ちよく暮らせますか？自分のどんな能力が発揮されて社会に役立てたいですか？あなたの理想のボディはどんな姿ですか？自分のありたい未来の姿、理想形を思い描いてみましょう。思い描いたら、まずは次々と言葉に出していってみましょう。思いつくままに言葉に出したら、なるべくそれを言いやすい形でシンプルにまとめて、はっきりくっきり言い切ってみてくださいね。自ら放った思いをクリアで的の絞られたパワフルな言葉で宣言することで、思い描いた内容を実現化するための最初の一歩とするわけです。思いを形にしたのが言葉であり、その最初の行動が宣言です。さあ、あなたはどんな未来を作っていきたいですか？こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は I'm Perfect という本をご紹介します。先日いつものようになんか素敵な本はないかなって Amazon を眺めていたんです。しばらく見ていたらふとある本に目が止まりました。I'm Perfect？ 2010年出版と少し前の本だけど、とにかくとっても気になる想定。ちょっと読んでみようかな。はい、これが本書です。そしてこれが最高にハッピーになる紙本でした。著者は長谷倉美幸さん。日本を代表する画家の一人であるとともに、科学から経済、教育までジャンルにとらわれない幅広い分野の活動からミラクルアーティストと称される長谷倉さん。生きる喜びを文章でも伝えられ、スピリチュアルの深い造形にあふれるその著書は60冊にも上ります。そんな彼女が言葉の力、宣言力を使って自分の中のパワースポットとつながる方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。二方向に宣言するといい方向に進む。はっきりくっきり言い切る力を宣言力と言いましたが、それでは自分のなりたい姿、ありたい方向に対して宣言するとき、一体誰に対して宣言したらいいのでしょうか。答えは二方向に向けて言う。つまり自分と周りに対して宣言するといいのです。自分とは自分自身の心に対して、つまり自らの3つの意識に同時に届くようにスパーンと言い放てばいいわけです。3つの意識とは顕在意識、潜在意識、超意識のことです。一番外側にある顕在意識は私たちが知覚できる意識のこと。私たちが普段心や感情と呼んでいるものはこの領域に入ります。この領域は飛行機で言えば操縦桿のようなもので、自分の意志や願い、願望を生み出す元となる
目に見える心の世界です。二つ目の意識である潜在意識は、普段はなかなか知覚することができない意識です。あなたの幼い頃の記憶はもちろんのこと、通りかかっただけの風景や記憶の断片を含めて、様々な記憶が今現在も更新・蓄積されている意識の領域なのです。ここが深まるにつれて、あなたの記憶だけでなく、他の人や花や猫や鳥、星々に至るまでもが混然一体となってデータ保存されているのです。そう、潜在意識とはつまるところ、宇宙が創生してから今に至るまでの膨大な情報量が保存されている巨大な記憶の貯蔵庫なのです。さて、最後にあるのが超意識。日々の暮らしの中に埋没してしまうとなかなか知覚しづらいのですが、深い眠りの状態の時や瞑想している時などに垣間見ることはできます。人は古来よりこの意識の最奥部をいろんな名前で呼んできました。それは神や魂だったり、本質、真我、内なる英知などなど。自分に宣言するというのは、自分の内側にある3つの意識に向かって高らかに宣言し命じるわけです。もう一つの周りとは、あなたが言っておきたいと思う人や物、空、大地を含めて自分以外のものすべてに宣言し、それが成就できるように応援を請うのです。もしあなたが照れ屋さんで周りの誰かに言うのが恥ずかしいのであれば、あえて言葉にしなくても構いません。密かにコツコツやりながら叶っちゃったなんていうのも日本人の美意識にもあって素敵ですもの。でも思い切って恥も見栄も捨てて周囲の人に宣言してしまった方が効果的ですよ。だって自分がもし忘れてしまったりやめてしまっても周りは意外と覚えていて、そういえばあれどうなったのと教えてくれますから。もしその宣言がすっかり過去のもので今は興味がなくなったものであれば、あはは、あれね、もうやめたのよと笑い飛ばせばそこで終わります。また人以外にも聞かせるということで見えない世界の応援を請います。見えない世界といっても何も霊ちゃんとか守護霊さんとかそういうことではなくて、物質の元となる原子さんとか素粒子さんとかの世界に向かって高らかに宣言してみましょうってことなんです。なぜなら物質の元を探っていくと、どうやら時間も空間もなく、誰とか彼とかの区別もなく、すべてはエネルギーでできているということが分かってきました。その根源のエネルギーそのものに向かって、私こうなりたいのよ、よろしくって事前にお願いしておくと、不思議といい方向に進みやすくなるんです。こうして自分の内側と周囲、双方向に聞かせてあげることで宣言したことがぐぐっと効いてきますから、どうぞお楽しみに。進みたい方向にこう宣言してみよう。では実際に宣言をしてみましょう。宣言する内容は大きなものから小さなものまで何でも OK。こうなりたいな、こうしたいな、こうだったらいいな、と思ったことを言葉に出して言ってみればいいのです。日々の中ですぐに使えるアファメーションの例です。朝起きたとき、素晴らしい朝をありがとうございます。今日も私も家族も出会う人も皆が幸せでありますように。今日一日が感動感激のミラクルな日でありますように。顔を洗うとき、私ってかわいい。私って素敵。いい笑顔。最高。食事をいただくとき、天地の恵み、人の愛に感謝します。この恵みが私をますます元気にさせます。人と会うとき、出会いに感謝します。あなたと分かち合う時間が素敵なものとなりますように。出会ったあなたがますます幸せでありますように。などをこんな感じで宣言してみると、起こる現実の一つ一つがシャキッと締まって言ったことが叶いやすくなるんですよ。できれば実際に言葉に出して喋るのが効果的ですが、すべてを声に出して言わなくても結構です。
ありありとイメージしてしっかりと明確に思うことだけでも構いません。では、私が一番に気に入っているとってもよく聞いて万能のアファメーションを一つお伝えしますね。なぜか英語なんですけれど、その言葉は I'm perfect, I'm perfect とスパンと言い切るんです。どんな時にもこの一言で OK。この言葉はとても力強いアファメーションで、超意識の奥にある真我にストライクど真ん中で入る魔法の一発なんですよ。使い方としては、朝起きて I'm perfect と言って素敵な一日をイメージ。ご飯を食べる時にも I'm perfect と言ってどんなに食べても太らないイメージ。人間関係がこじれた時も I'm perfect と言って仲良くなっているイメージ。などなどいろいろと応用できますよ。宣言力を加速させるコツ。あなたがなりたいもの、ありたい姿、こうなったらいいなというものをアファメーションするときに、一番ベーシックで最も手っ取り早く効果的なのは、すでにそうなっている姿をありありと具体的にイメージすることです。すべての想像はまずイメージすることから始まります。こんなものが欲しい、こうなりたい、こうだったらいい。私たちの心の奥にはたくさんの願望があります。こうした願望の形を丁寧にシミュレーションしてなぞっていき、まるで目の前に映し出されるように意識下に組み上げて展開していくといいようです。例えば、ダイエットというテーマで考えてみましょう。自分がどんな姿に、いつまでにどれくらいになっていたいのかをまず決めます。ただ痩せたいというのでは漠然としすぎてダメです。体の中のどの部位がどんな風にほっそりしてどんな体型になっていて、どのような洋服を着ているかまで思い描くのです。自分の好きな女優さんなどの写真を使って、こんな風になるぞというのも効果的です。漠然とした望みというのは曇りガラスのまま未来を映し出しているようなもので、未来もぼんやりとした曇りガラス越しのままで展開されてしまいます。けれども、クリアで具体的な状況を描き出すと、ピカピカに磨いたガラス越しの未来が映し出されていくことになるので、より自分の思い描いたようになる実現度が高まっていくというわけです。できることなら、自分が思い描くことのできる最高の未来をイメージの中で作ってしまいませんか？さて、自分のありたい未来の姿をイメージすることができたら、次はすでにそれが叶ったと仮定して、叶ってしまった時の感情や状況をありありとイメージしていくのです。例えば次のようにしてみましょう。ナイスバディになった自分がショーウィンドウのガラス越しに映った姿を見て、ハッとする時の気持ちをなぞってみる。友人たちに、どうしたの？とびっくりされる時に交わす会話の具体的なシミュレーション。体重計に乗るたびに幸せな気分になり、お風呂に入るたびにニコニコ嬉しくなるイメージ。このようにより具体的にありありとイメージすればするほど現実化の波は促進されます。実は私自身この方法で2ヶ月で8キロのダイエットを成功させました。どのようにしたかというと、まず自分が2ヶ月後、体重計に乗ったら8キロ減っている姿を感情とともにイメージしました。それと同時に家族や友人たちから、一体どうしたのよなどと言われ驚かれている姿や、ほっそりした未来の自分がいろんなシーンでワクワク楽しそうにしている姿を思い描いていきました。とはいえ、特に食事制限をするとか運動しなくちゃいけないというのは嫌だったので、そうした努力はしなくても私は実現するぞと強く決めました。その上で I'm perfect と高らかに宣言して、すでに叶っちゃった、なんて嬉しいのという風なイメージをしてみたんです。具体的にはたっぷりついていたお腹周りの脂肪酸に、今まで私を守ってくれていたのに憎き脂肪なんて言ってごめんね。でももうあなたの役割は終わりよ。私は本来の姿に戻るね。ありがとう。バイバイ。
と言って話しかけてあげたのです。すると次の日、なぜかそれまできつかったジーンズがスルリと履けたんです。びっくりした私は面白くなって、また次の日も続け、いつの間にか2ヶ月後にはウエストも10センチ細くなっていて、体重も希望通りに減っていたというわけです。あまりにも面白かったので、お腹周りだけではなく、髪の毛や肌などいろんなところにも応用してみました。私のシミそばかすさん、今まで嫌がっててごめんね。でももうメラニン化しなくていいから、私は本来の姿に戻るわ。今までありがとう。バイバイ。とか、髪の毛さん、何もいたわってあげなくてごめんね。これからはツヤツヤサラサラヘアになっていいからね。ボサボサ髪さん、今までありがとう。バイバイ。というふうに語り、ピカピカのお肌、ツヤツヤの髪になった自分の姿をありありとイメージしてみたんですね。このようにしっかりくっきりイメージして、しっかりくっきり語ってあげることで、こんなにも変わるのかと本当にびっくりしました。ポイントはありありとイメージすることと、その時の感情が嬉しい思いで満たされていることです。というのは、あなたが幸せに満ちた嬉しい感情で満たされていると、あなたの体の細胞さんも潜在意識下でつながっているあらゆる命さんたちも、この人が潜在意識で願っている願望を一丁実現するのに手を貸しましょうかね、という感じで協力体制に入りやすくなるからです。ぜひ自分自身の心と見えない周りを味方につけてしまって、あなたの嬉しい未来の先取りをしてしまいましょうね。なぜあなたの思いが現実を作るのか。思いは実現するという言葉、聞いたことがありませんか？よく自己啓発書などにもありますが、私は日頃からその感覚を実感しています。例えば、私ってなんてラッキーなんだろうと思っていると、ちょうどいいタイミングで電車が来たり、お気に入りのカバンが見つかったり、会いたいなと思っている人にばったり出会えたりとか、いいことずくめ。でも、私ってついてないなと思っていると、なぜか電車は遅れるし、タクシーは見つからない。たまたま入ったカフェは煙たくて、おまけにコーヒーもまずい。人ともうまく噛み合わない。などなど。なんでこんなことが起こるの？とまるで漫画のように次々と変なことが起こっちゃうんですね。あなたもそんな経験ないですか？ちなみにこんな負のサイクルができつつあるとき、私が使うのはやっぱりアファメーションの力。私ってついてないをきれいさっぱり打ち消します。私っていつもラッキーなことばかり起こるんです。と言い直します。すると不思議とモードが変わり、だんだんといい流れへと変化していくんですね。意識の力って本当にすごいなと思います。さて、この思ったことが実現していくということについて、もう少し詳しく考えてみましょう。思いというのは発信するエネルギー量子です。人は1日に約6万の考えを持つと言われています。そのうち自分が意識できるのはわずか数%だけ。あとはすべて無意識の領域に貯蔵されていきます。そして私が私であると認識し、時間の観念を生むのも、どうやら人は昨日思ったことの約 95% は習慣という感性の法則で継続して思うようになっているからだそう。ということは、あなたは毎日ほぼ同じパターンのエネルギー信号を出し続けているということです。それは日々同じ設計図で同じ材料を使って同じような家を建て続けているようなもの。安心はありますが、ずっとそのままでは面白くはありませんよね。アファメーションはあなたの意志の力、言葉の力を使って家の設計図ごとに変化を起こしちゃおうという意識のモデルハウス作りをします。あなたにとって平屋の 2DK に住み続けることが心地よいのであれば、それを続けることは一向に構いません。でもたまには2階建てのお家に住んでみようとか、やっぱり 3LDK にしてみようとか、キャンピングカーにしてみてもいいな、
なんて思うことが心地よかったら、それをしないでいる理由はどこにもありません。まずトライしてみるんです。たとえ結果としてそれが手に入らなかったとしても、歩み続けているプロセスの中で必ず何かは掴んでいるものなのです。もしくは意外な時期に意外な形で他方が舞い込むかもしれません。いずれにせよ、何の変化も見られないことが心地よいとは思えなくなったとき、それはあなたにとって成長のチャンスが訪れたことになります。アファメーションを通して新しいエネルギーパターンの波を起こす。それによって自分が変わり、周りが変わり、起こる現実も変化させてしまいましょう。すべては進化していくようにできている。あなたの思いがあなたの現実を作る。さあ、のびのびと軽やかにあなたの嬉しい形をクリエーションしていきましょう。実はあなた自身がパワースポット。まだ何も知らなかった小さな頃、世界は広くて輝いて夢と冒険に満ちていました。それが大きくなるにつれて、世界はだんだんつまらないものになり、できないこと、やれないこと、無理だと思えることばかり多くなり、輝いてはいないものになってしまいました。いつからそんな風に思うようになったのでしょう。誰がそうさせたのでしょうか。両親？学校？社会？いえいえ、本当は誰のせいでもないんです。自分がそのように解釈しただけ、無力であると思い込まされていただけなんです。思い込ませたのは自分。自らの価値と可能性を思い込みという制限ブロックをかけ、低く見積もりすぎたのです。真の自分、それはとてもパワフルです。あなたという真実は、目の前に見える心と体を有している自分だけではありません。あなたはその内側に宇宙ほどの大きさを持つ潜在意識と、創造性の源とつながる超意識を持つ偉大なる英知を内包しています。そう、あなたにはパワーがあるのです。これが真実です。もうそろそろ集団催眠状態から目を覚ましていい頃です。さあ、次のアファメーションを唱えてみましょうね。私にはパワーがある。I'm perfect。こうはっきりくっきり宣言して、自分は無力であるという囚われの枠から自由になりませんか？もう人生に翻弄される犠牲者として生きるのはたくさんです。力のないふりをするのもたくさんです。本当のあなたは犠牲者でも何でもなく、内なる英知があなたという体を使ってこの世界に表現していく創造者だったのですから。私たちが恐れていたのは究極的なところ、自分はパワフルな存在であるということに気づくこと、認めることだったのではないかとさえ思います。あなたの本質は内なる英知であり、神聖なる意識であり、神、仏、キリストと呼んでいるものと同質のものです。どこへ行かずとも何かに頼らずとも、実はあなた自身がパワースポットだったのです。あなたの作り出したい人生はどんなものですか？あなたという個性にどんな彩りを添えたいですか？あなたの最高の笑顔を引き出すには何がどうあったらいいですか？宣言力はあなたの人生を思い通りにクリエイトするための魔法の杖です。さあ、あなたの夢を叶え、人生を力強くコーディネートしていきましょう。I'm perfect。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？言葉の力、言霊って僕はあると思うんですよね。それとは別に決めることもめちゃめちゃ大事だと思います。この言葉の力と決めることの両方を一度に行えちゃうのが宣言なんですね。I'm perfect って決めて言葉にしちゃえば、世界はその方向に向かってどんどん動き出します。そして気づくはずです。あ、自分が神様だったんだって。そんな宣言力の素敵な力や使い方、そしてたくさんの最強アファメーションが紹介されている本書は、やはり神本。
ちょっと惜しいのは少々古い本なので手に入りにくいこと。もしもどこかで見つけたら手に取ってみてください。そこからあなたの人生が一変すると思いますよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。